震災データからの情報を抽出する開発で、このウェビゲーターチームというのは奈良先端大学のグラム・ニュービック先生たちのチームなんですけれども、今回来られないため私が代理で発表します。まずはじめに、今回の発表は震災後のテキストデータから情報の抽出を助けるウェビゲーターについてです。でこのツールっていうのは、適用フィルタリングを、誰でもできるようにするというものです。まずこのプロジェクトをしようと思った理由としては、東日本大震災の後にインターネットで飛び交っている情報を集約している活動というのがたくさんあるということを見てきたからです。例えば安否情報を Google パーソンファインダーや救急ジャパンなど避難所や物質の情報をさまざまなサイトに集約する活動がありました。これを見て分かったことは、震災後情報を集約するニーズがとても高いことや、このような活動に参加したい人が非常に多いことです。ただネット上にこのような有用な情報はたくさんありますが、関係のない情報もたくさんあります。この関係のない情報を弾いて、有用な情報だけをその人のニーズに合った、やり方で取り出すというのがこのツールの目的です。でこのプロジェクトっていうのは、私どもの専門である言語処理と機械学習の技術を使って関係のない情報を見る手間を省いて、集約したい情報を効率よく提示するシステムを作るということを目標にしました。また複数のユーザーが同時に使えるようにして、初めて使った人でも分かりやすく使えるようなツールとしています。ツール利用の流れをスライドで説明したいと思います。まずはじめに、このサイトに対して集約したい情報に関するキーワードを何個か入れます。例えば物質情報を調べたいなら、給水避難所炊き出しなどのキーワードを入れます。そうしますとシステムが、テキストを定義します。でこのテキストっていうのはどういうものでもいいんですけれども、例えば Twitter ですとか、避難所の情報ですとかを、対象としてそういったテキスト検索をしていますが、今のところは Twitter です。でこれを見まして、提示されたテキストの中に有用な情報があるかどうかっていうのを、見つけます。自分で判断します。でもしあればこれを一覧とかでしますけれども、で同時に、ここに対してこの情報が役に立ったか役に立たないかという二次判断をユーザーがします。そうしますと、このプラスとマイナスの情報を使いまして機械学習をしましてパターンを学習します。そしてこのパターンに従ってそのキーワードを最初に入力したキーワードだけではなくて、学習したパターンを使ってより良い情報を提示するということをこのシステムを使えばできるようになっています。で次に、いくつかのタスクを登録できるようになっていますが、実際のツールの画面は上に新しいタスクを作成するボタン、下の方に現在進行中のタスクの一覧が載っています。でこのタスクっていうのは基本的には一つの情報に対してそれがプラスであるかマイナスであるかという判断ができるものなんですけれども、今回の場合には給水炊き出し充電とか、もしくは安否確認に関するタスクが載っております。そして、タスクに対してこういったタスク作成のボタンを押しますと、現在進行中のタスク以外のタスクを作成できます。例えば道路、鉄道とこのようなキーワードを入れて交通情報に関するタスクを入れます。で実際の作業画面というものがどうなっているかなんですけれども、上の方にタスクのキーワード、入力したキーワードがありまして、下に提示されたテキストの一覧があり、左側にプラスとマイナスのボタンで役に立ったかどうかをシステムに教えます。で最後にラベルを投稿します。でこのツールというものは現在オープンソースで公開中でして、先ほどお見せしたデモも公開しております。で現在このプロジェクトでは以下のような協力者を募集しています。まずサーバーあるいはウェブアプリの機能を拡張している方、またこの URL を使用していただきましてコメントも歓迎しております。でご興味のある方はニュービック先生にご連絡ください。以上です。はい、きっちりありがとうございました。
今常に動いているわけではないんですね。現在デモサイトがあってそこでは動いていますけれども、その内容っていうのはあらかじめ、お貸しいただいているツイッターデータでして、現状の流れているツイッターデータには適用しております。これは構造的にはっていうか、対応させようと思えばその生のフィードっていうんですかねを取ってきてそのまま動かすようなのも可能なぐらいにすでに作り込まれている。はい、今そういうように適用しようと思って開発中ということです。ではどうもありがとうございました。